ヨットレースの勝ち方を知るためにバーチャルレガッタ講座のサイトに来てみたのだ。この前ヨット用語やルールを勉強するときにお世話になったからね。ヨットレースで勝つためにという章の下に並んだ見出しを見ていこう。スタート、上りレグ、リーチングレグ、下りレグ、そしてチームレース。チームレース入門以外は全部読んでおきたいな。何から手をつければいいかわからないから上から順に読んでいくのだ。スタート戦略と戦術。フリートレースでトップを取るにはスタートでトップを取ることが4割から6割くらいを占める。確かにスタートで出遅れるとトップ集団がどんどん離れていって追いつける気がしなかったな。実力差の問題かもしれないけどトップに追いつきにくいのがヨットレースの基本的な性質なんだろう。それじゃあスタートの方法から学び始めるのは間違いじゃないっぽいね。目次を見てみよう。こんなに目次が多いのは初めてなのだ。なんだか難しそうだし最後まで体力が持つか心配だな。準備信号前にすべきことは多い。海面のブローを事前調査。ブローとその形の変化を観察する。俯瞰で見たりズームアウトしたりして紙マークの奥のどっちからブローが降りてきそうか想像する。一体何を言っているのだ。色の濃いところと薄いところがあるのは知ってるけど形まで気にしたことはなかったのだ。しかも単に形を見るだけじゃなくて形の変化を見なきゃいけないらしい。うまくイメージできないからとにかく続きを読もう。スタート手続きが始まるまで時間がかかりそうならレース海面へ実際にクローズで登ってみたり遠くのブロー箇所を走ってみたりして風速の範囲、ブローの触れ方、見えているブローと実際の風速のズレなど見た目だけではわからない情報を集める。まだよくわかってないけどつまりブローを理解するにはまず海面の濃淡やブローの形を観察するところから始めて観察して予測した風の強さや触れ方と実際に取れたデータを比較していけば良さそうなのだ。艇の特性を再確認する。カウントダウンが始まる前の時間に艇の特性を再確認し操船感覚を思い出す。確認することはまずスタートライン上を走りながらジェネカーを上げ下げして何度くらいから張れるか、ホイスト作業で何秒かかって何ノットの失速があるか、そしてクローズのベスト VMG を走ると今の最大低速は何ノットか、そこに到達するまで何秒かかるか、どの程度のピンチングでどれくらい低速が落ちるか、ベア加速は効くか、ランニングで同様のことをしたらどうなるか、他にはわずかに前進できるラフィング限界の角度、旋回半径、スタートマニューバやマーク開口の間隔なども確認しておく。一度に全部は覚えられないけどカウントダウン前の時間に操船練習をしておこうということだね。決まった手順とかはなさそうだから今度レースに参加するときは気の向くままに練習しようと思うのだ。ラインの傾きを測る。ラインを流して傾きという利振りを測る。できれば2、3往復走って風の触れの傾向も調べる。傾きはなんとなく測れそうだけど有利振りって何のこと？後で説明が出てくることを祈って続きを読もう。ライン上を綱渡りのようにまっすぐ走るのはボートコントロールなどの練習にもなる。そういえばラインの角度を測るときってあの角度計を使うんだよね。あの角度計は風向が基準になってるからラインの角度を正確に測るのは難しそうだけどまあなんとかなるのかな。細かいことは後で考えることにしよう。触れの傾向をつかむ。一方向に徐々に回っている風なのか、ブローによって触れているのか、激しく触れるか、ほとんど触れないか、周期はどうか、最大何度くらい触れるかなど触れの傾向を把握しておく。風の触れ方には傾向があるのか。じゃあここに書いてあることを確認して覚えておけば未来の風の動きが予測しやすくなるのかな。でも予測できたところでどういう利点があるのだ？
ブローの話の時も思ったけど、どうしてそこまで風にこだわるのだ。風が重要なのは分かってるつもりだけど、ちょっと細かすぎるのだ。とにかく色の濃いところを適当に走っているだけでは勝てないということかも。思ったよりも難しいことを求められそうで、この先上達できるか心配になってきた。縦への分布、動き、性格を予想する。青や緑のレースではスタート前に縦への名前などは見えないが、国旗や走り方、スタート前の位置取りや待ち方などで攻撃的な艇や小図層で近づくべきではない艇、下に入りやすそうな艇などをチェックしておく。下位置上位置を狙う艇団など、エンドの混雑具合も予想してピンを取るか空いたところを狙うか検討する。なんだか難しいことが書いてあるのだ。動きや位置取りを見るだけでその艇の性格やレベルを予想できちゃうものなのか。たくさん練習して初めてわかるようになるんだろうな。下位置とか上位置っていうのは艇団の一番外側のポジションのことだろうか。そこを狙う艇団やエンドの混雑具合について言及しているのはなぜなのだ。みんながこぞって狙うってことはライン端の方からスタートすると何かいいことがあるんだろう。そういえばさっきラインの傾きとか有利不利とか言ってたけど、それが関係してるのかな。スタートラインが傾いていることがあるなら、紙マークが一番近い場所は片方の端ってことになるのか。とすると確かにそこからスタートしたくなるのだ。なるほど、これはヨットレースのスタートにおいてとても重要な基礎知識かもしれないね。30秒前にスタート計画を確定する。30秒前の風向とレース海面の濃さで上スタか下スタ、右海面狙いか左海面狙いという基本計画を確定させる。どの辺りからスタートしてどっちに向かって走るのかをあらかじめ決めておいた方がいいのか。今の僕にはまともな計画は立てられないけど、計画が全くないよりはある方が心強い気がするのだ。20秒前から1秒前までのボートコントロール例。20秒前、周囲の艇を予想しラインとの間合いを調整する。30秒前に基本方針が決定しているとして、それを実現するための位置取りに入る。図にいろいろ書いてあるけど難しいから今は雰囲気を見るだけにしよう。10秒前、上艇をいじめて下スペースを確保する。限界までのぼして上艇をいじめながら下ルームを確保する。ポートや後続からせっかく作ったルームに入られないように気をつける。下にルーム、つまりスペースを確保する理由は風下側のすぐそばに船がいると窮屈だからかな。元から下にルームがある場合以外はこの動きをしておいた方が良さそうなのだ。5秒前、ベア旋回を開始する。ティラーを引いてからベア旋回して加速が始まるまで数秒かかることに注意。ヨットが急加速できない乗り物であるということはなんとなく分かっているのだ。例えばスタート1秒前にほとんど低速がない状態から加速するんじゃ遅いんだろうね。2秒前、アビームでフル加速。作った下ルームでベア加速。ベアできるだけベアしてスピードをつければいいのかな。図を見るに加速を焦りすぎないことも大事っぽいな。1秒前、クローズエラフ旋回。スタート1秒前くらいにベスト VMG をタップしてラフ。スタートが決まればその後のレースが一気に有利になり、トップフィニッシュを確信することもある。そんな経験を僕もいつかしてみたいのだ。リコールしても接触回避して打開。リコールするとけたたましいホイッスルと警告表示に焦るが、落ち着いて速やかにラインに戻ろう。再開近くまで落ちることが多いけど、レースをやめずに打開の道を探ろう。思い切って先行艇団の逆海面に突っ込んで十数艇を抜くのはヨットレースあるある。またダウンウィンドを最も速く走れるのは最下位の艇。メンタルコントロール、アンガーマネジメントはヨットレースでも重要。
何をするにしても僕は途中で諦めるとか嫌だから、この点は問題ないぜ。風向別スタートの代表的パターン。大きい右フレ、やや神スタ、スターボ対象。大きい右フレの場合、誰もが神スタしたがるため本部線周辺が混雑する。ペナを受けるリスクが高く、神位置を取れても低速がないために下線工程の鉱石に吸い込まれたり、近接している下艇がカバーされるのを嫌ってピンチング、クローズより無理にのぼしてくるリスクもある。それなら少し高さを犠牲にしてでもフル加速できるように空いているところから出て、下艇段を抑えながらスターボロングを伸ばせるようにするのが得策かもしれない。急に内容が高度になって理解が追いつかなかったから、図を見ながら今の話を確認しよう。まずは大きい右フレの時に誰もが神スタしたがる理由を考えよう。ラインが傾いている時、片方の端がもう一方の端より神マークに近くなることはさっき学んだのだ。ここの図でもラインは傾いているけど、説明には風が右に触れているから本部線側が混雑するとだけ書いてある。つまり本部線側の方が神マークに近くなるから船が集まってくるんだろう。右に触れているとそうなるってことだよね。右フレの様子を再現したらしい図を見ると、確かに上側の艇の方が前に出てるように見えるのだ。気になるのは青い矢印に対して垂直に伸びてる灰色の線。矢印は風向を表しているんだろうけど、この意味ありげな線は何だろう。そういえばいつかのレース中に設定をいじってたら、海面にこんな感じの線が何本も表示されたことがあったな。記憶が定かじゃないけど、線の近くに100とか200とか数字が書いてあったっけ。次向かうマークに近い線ほど数字が小さくなってたような気がする。とするとあの数字は次のマークまでの距離を表す数字と考えるのが妥当だよね。だからその数字がそばに書かれている線は、地図でいうと等高線、天気図でいうと等圧線にあたるものだろう。ヨットレースでのこの等高線が風向に対して垂直に引かれてる理由を考えてみよう。僕が思うに、それはヨットが風の吹いている方向にまっすぐは進めないことと関係している気がするのだ。ヨットはクローズをスタボで走ってもボートで走っても風上に進める速さは基本的に変わらない。どんなに左右に離れていても同じ等高線に乗っていれば、後でぶつかりそうなくらい近づくことになる。つまり紙マークへの距離は風にどれだけ近寄っているのかで決まるんだと思う。そして風にどれだけ近寄っているのかを見るには、風向に対して垂直な線を考えればいいというわけかな。スタートにおいて重要な知識をまた一つ得られたのだ。そういうわけで本部線周辺が混雑して艇が密集すればぶつかる危険性は当然上がる。密集すると加速しにくかったり、出遅れれば風下艇のブランケに吸い込まれたりするのはわかる。少し高さを犠牲にして空いているところを狙いたいのも、下艇段を抑えるという意味もさっきよりは理解できるのだ。でもスターボロングを伸ばせるという説明がまだよくわからないのだ。スタートの話からちょっと外れそうだし、またどこかで詳しい解説があることを祈って次に進もう。小さい右フレ、本部線のぼし殺し上位置側タック。小さい右フレの場合、本部線がさほど混んでないようなら上位置を狙いに行こう。そのままスターボロングを伸ばしてもいいし、さらなる右フレやスターボレイラインにブローが見えるなら、側タックして先に小さいポートショートを感受してから、後でスターボロングとブローでトップを狙おう。スターボロングだとかポートショートだとか知らない用語がまた出てきたぞ。さっきの大きい右フレと違うのは混み具合と側タックの選択肢があること。詳しくはまた後で学ぶことにして図を少し見ておこう。ここでは上位置を狙う場合の動きが書かれているみたい。上位置を狙うにはまず運営艇に鼻先が向くように限界までのぼすらしい。そうすることで上側に艇が入るのを防げて、下側の艇には妨害されにくくなるようだね。運営艇の左後ろギリギリを狙うには、下流れ、シバー中に風に押し戻されるのを利用するのがポイントみたい。
下流れは初めて聞いた用語だけど、その現象は前に自分で体験したことがある気がするのだ。今度練習するときは下流れをもっと観察してみたいな。小さい左フレ、下ピンどこでタックしようかな。小さい左フレで下ピンがさほど混雑せずに取れそうなら高さ重視で狙おう。でもそのままスターボショートを伸ばしたくはない。上手がタックを返してくれないならベアして距離を取ってからベアトゥーベアタックでディックしよう。左フレの時は下側が紙マークに近くなるんだよね。そういえばさっき自分で灰色の線を等高線と呼んだけど、紙マークへの近さのことをここでは高さと言っているのだ。どうしてタックを返したがってるのかはわからないけど、まずは書いてあることに従ってみるしかないな。ベアトゥーベアタックは多分クローズからベアした後にタックボタンを押してするようなタックのことだろう。大きい左フレ、やや下スタ側タック。大きい左フレの場合、一番高い下位置を取るよりもやや高い空いている場所からの側タックで、誰よりも早く高くポートロングに返すことが重要。混んでいる下ピン定段の紙につけて側タックする紙ルームを作ろう。大きい右フレと同じように混みやすいエンドマーク付近は避けて、ちょっと内側からのスタートが推奨されてるのだ。そして小さい左フレの時以上に側タックできるかどうかが大事になってくるらしい。これもとにかくこの通りにやろうとしてみるしかないね。でも側タックする紙ルームの作り方がわからなくて心配なのだ。空いた場所をうまく見つければいいのかな。中央ブロー重視の真ん中狙いスタート。フレよりブロー重視の 49er や10ノット以下の超微風でフレもさほど大きくない場合、中央海面に縦ブローやパフ花道ができている時がある。この場合は上スタ下スタにこだわらず、ブローをなるべくロングで長く走れるスタート位置を逆算しよう。風の吹き方によってはラインの真ん中あたりから出た方がいいこともあるんだね。これからは色の濃いところをなんとなく走るだけじゃなくて、できるだけ長く走ることを意識してみるのだ。ブロー重視とかフレ重視とかはさっぱりだけど、今はそういう話があることだけ知っておこう。スタートの特殊戦術。高速艇のフル加速、空いているところスタート。最大低速に達するまで時間がかかる高速艇の場合、スタート前の短時間のベアでは十分に加速できない。ラインの有利不利などよりも空いているところを狙って全速ジャストスタートを重視した方がいい場合がある。書いてあることはだいたい理解できるから紹介されてる動画を見てみよう。一つ目の動画は総平日本さんのスタート。総平さんは黄色い船みたいだけどどこかな。この船か。確かにフルスピードでスタートしていったな。巻き戻してもう一回見てみよう。スタート4秒前くらいにいきなり画面に現れて、勢いを落とさずにそのままスタートしたのだ。2つ目の動画はペピートさんのスタート。まずは猛スピードでスタートしていく艇を見つけるぞ。同じ色の艇が多くて分かりづらかったけど、多分今ポートで走ってるこの艇がペピートさんかな。また巻き戻して見てみよう。アビームでフル加速って言ってるからこの白い艇の後ろを通って前に出ていった艇かも。ラインの中央あたりからスタートしてすぐにタックしてたのか。動画を見て分かったのは、このスタート方法には高度な技術が必要だということ。でも楽しそうだから練習してみたいな。360度マニューバリングで入り直し。
ヨットは後ろに移動するのと風上に横移動するのが苦手。競り合いで前に出過ぎた場合やエンドマークレイラインより下に落ちた場合、素早く360度マニューバリングをして後ろに入り直したり、そのレイラインの風上側に移動したりする。小回りが利かない艇は意外と時間がかかるので注意。なるほど、このテクニックはそんな難しくなさそうだし便利そうなのだ。風上に横移動したいとき、上側に艇がいなければタックして移動しても良さそうだよね。動画を見てみよう。エンドマークレイライン付近にいる青艇と緑艇に注目するのだ。まず緑艇が回転したね。今度は青艇が回転した。こうして下ピンを争っているのか。また緑艇が回転した。そんなに下ピンを取りたがる人がいるんだね。一番下側でスタートしたのは緑艇の KGR。僕がゲームをするときになぜか使ってるアカウントの本人だ。なんだか不思議な気持ちになるな。この人は結局何者なんだろう。スタート10秒前から5秒前の大ヘッダーを感知して大ベア3秒前タック。稀にスタート10秒前くらいに左に大フレが入ってスターボではラインに寄れなくなることがある。無理に大ヘッダに逆らってピンチングするのではなく、左フレ以上に大きくベアして勢いをつけ、スタート3秒前にタックするといったような落ち着いた対応をしよう。ラインを必ずしもスタボで横切る必要はないと覚えておけば、こういう対応ができるかもしれないな。大きい左フレ、下ピン、ポートスタート。大きい左フレの場合、有利な下エンドのレイラインが非常に苦しくて入りにくい。いっそ10秒から20秒前に大きく左外に位置取って、ポートアビームのフル加速から、スターボ艇の下を舐めて空いている隙間にクローズで入る方法もある。案外下ピンが取れることもあり、取れると1紙トップがほぼ確定する。最初からポートで待つ手もあるのか。スタボ艇をうまく避けるのは難しそうだけど、トップを狙えるなら試してみたいのだ。翡翠賞、恋の不正、ペナスタート。これは読まなくて良さそうなのだ。リーチングスタートのコツ。これは大事かもしれないけど後回しにしよう。スタートの基本的な戦略や戦術はこれで一通り頭に入れることができたと思う。でも今回学んだことを忘れないうちに実践して理解を深めなくちゃ。ちょっと休憩してからスタートの練習をたくさんしよう。